新宿の歌舞伎町にいるんで、ここから東京に住んでる俺らしか知らないような新宿歌舞伎町の闇を伝えていこうかな。そうだね、闇スポットを巡っていこう。じゃあまず東横のあたりに着いたね。東宝シネマの横、東横。東横の闇ってどういうところかな。家出してきた少年少女とかがこう集まって飛行に走ったりすることで結構問題になってる、そう、東横キッズって呼ばれるんだよね、そういう子供たちがね。今日もそれっぽい人たちがで、その飛行に走るってのが結構やばくてね、ドラッグの過剰摂取とかね。それで、ビルから飛んで亡くなっちゃったりとかいう事件も何回も起きてる。そう、あと東横に対して売春を斡旋したりとかするようなことがあったりして、やっぱりそういう身寄りのない少年少女が集まっているからこそ、そういう問題が頻発しているっていう現状が、ここのアパホテルが、その東横キッズたちが寝泊まりしているホテルで、結構有名で、ちょうど2年前くらいかな、そのアパホテルの上階から2人の、東横キッズのカップルがオーバードーズして飛び降りて、一時期すごい話題になったね。確かに話題になってたな。ここなんだね。ここがハイジアっていう施設。そうだね、ハイジアのあたりに着いたね。そう、ハイジアのビル、面白いって言ったらなんだけど、ハイジアのビルの脇の方に女の子たちがたむろしてるんだよね。そう、女性が立ってずらーっと並んでたりするね。そうで、そういう女の子を立ちんぼって言うんだけど、立ちんぼっていう女の子は、一般の女性なんだよ。なんだけど売春を目的とした女の子たち、本当は違法なんだけどね、違法で売春をやってる女の子たちがこのハイジアっていうところの脇にずらっと並んでて、でこの子たちがハイジア城っていうそうやれる、呼ばれてるね。それで結構有名なところかな。ここはホテル街だね。ホテル街。のホテル街。どういうホテル？ラブホテルが集まってるエリア。ラブホテルっていうのが、大人のカップルが性行為をする、ホテル。この歌舞伎町には大量にあるんだよな、このラブホテルが。日本一あるんじゃないかな。確かに。バリアンっていうランクが高いホテルとして有名。行ってみたい。で、ここ歩いてるとおじさんと若い女の子の組み合わせのカップルを見ることができる。で、そういうカップルは大体パパ活だね。パパ活っていうのは、若い女の子が、おじさんの年代にあたる男性と、デートをしたり、そういう行為をしたりすることによって、お金を得る行為。そうだからパパ活女子は結構お金持ってるんだよね。結構稼いでる。そう、大体お金持ってるパパからたくさんお小遣いもらったり、そうだね。大体ツイッター、X でつながることが多いのかな。もうあるかもしれないし、そういう専門のアプリ、マッチングアプリがあるっていうのは聞いた。なるほど。で、歌舞伎町はラブホテルもすごい多いんだけど、ホストクラブっていうお店もすごい大量にあるんだよ。そうだね、この辺が特に多い通りだね。ホストクラブっていうのは、いわゆる、イケメンの男たちが女の子を接待するお店。そうだね。で、高いお酒をたくさんね飲んでもらって稼ぐような、そういう場所だね。そうで、この歌舞伎町のホストっていうのはこの街のライオンというふうに表現されるんだよ。ライオンとは、いわゆる食物連鎖の頂点、
おお、歌舞伎町の食物連鎖の頂点ってこと？そう、はい。このホストたちに大金を貢ぐ女の子たちがこの街に溢れてて、いわゆるホス狂いの女の子たち。ホス狂いってよくね言われるね。ホストにハマっちゃって、ホストに大金を貢ぐで、その額がえげつないんだよな。そう、もう何百万から何千万っていう場合もあったりしてね。そうだからそういうホス狂いの女の子たちはお金に困って何をするかっていうと、風俗でお金を稼ぐ。そうだね、そういうことだね。もしくはさっきみたいな立ちんぼ、まあとにかく体を売って手っ取り早くお金を稼ぐと。そうだからこの街には風俗のお店も大量にあるんだよね。そうだね。でその風俗に普通の男たちがお金を払う。だから普通の男たちがホス狂いの風俗の子たちにお金を払って、そのお金が全部ホストに回る。そうだから食物連鎖の頂点に呼ばれてる。そうだね。いやー、その弱者男性にはなりたくないね。なりたくない。だから絶対にこの街で風俗には行きたくない。もう闇を知っちゃってるから。いやー、そうだね。ここがちょうどパリジェンヌっていうパリジェンヌ喫茶店。今もう閉まってる。このパリジェンヌでその昔ヤクザの抗争があって発砲事件で人が死ぬっていう、まあ、そういうこともあったな。これはパリジェンヌ事件って呼ばれてるね。呼ばれてる。有名だね。パリジェンヌはこの風林会館っていうビルの中に入ってる。そのパリジェンヌでよくホストとホストの客がアフターって言って仕事の後にお茶をしてたりだとか、あとはまあその道の、ヤクザの方とか結構ね席に座ってたりするね。で今歩いてるのが花道通りって言って、ここには結構キャッチって呼ばれる人とか、スカウトって呼ばれる人が、まあ道端に立ってたりするね。この人たちの仕事っていうのは、まずスカウトはとにかく風俗に仲介する仕事をしている人のことだから、まあ道行く女の人に声をかけて、風俗店を紹介するというのが仕事、でキャッチっていうのはもう客引きなんだけど、もうあらゆる客引きをしてる、ぼったくりバーだったり、多いね。風俗店に、お客さんとして紹介することもあるし、あとはカジノとかね、違法カジノと呼ばれるお店に連れて行ったりだとか、大体そういうグレーなことをしているお店に連れて行く人が多い。だからこの通りでキャッチにあんまり捕まらない方が、絶対捕まらない方がいい。今俺ちょうど話しかけられたね。ここは全部無視した方がいい。間違いない。ここが、さっきお話をした風林会館ですけど、そうだね。そこの目の前に思い出の抜け道っていう指導だね、行動ではなく指導のエリアです。ここ一帯を、思い出の抜け道っていう風に言うのかな。そうだね、この小道を入っていった先に広がってるエリアがそうだね。そう、ここは個人の私有地、だから警察が簡単には入っていくことができないエリアなんで、だからこそこの中で例えばドラッグの売買もそうだし、それ以外の違法なことがいろいろ行われてるっていうところ、そうだね、昔からそういったことが行われてきた場所ではあるね。であと昔の90年代の話、なんだっけ、90年代に中国からやってきた移民の方たちが割とここを拠点としていたっていう風に言われてるんだよね。不法入国をしてきた人たちが、ホテルとかに泊まれないから、そういう人たちをかくまう場所が、ここだった、っていう風に言われてるね。そうだね。でここでかくまわれてた人たちっていうのは、そもそも日本に来た背景として、借金地獄の人たちだった、そう、大量な借金をして日本までやってきた人たち、
だね。だからお金がない状態で日本に来てる。でお金を稼がなきゃいけない。まあだからこそそういう人たちは、まあ、殺しをして大金を手に入れてたっていうふうに言われてるね。まあ大金って言ってもね、ほんと数十万とかそのくらいの額でやってしまう人たちがいたって言われてる。今どうなってるのかは、まあ、知らないね。わからないけど、いろんな噂は聞くけど、そうだね、今でもそういった人たちがかくまってるかもしれない。まあだいぶブラックボックスにはなってるよね。そうだね。まあ以上が東京に住んでる俺たちが知ってる新宿歌舞伎町の闇かな。なかなか闇が深いね、ここは。最近はもうこれでもクリーンになった方だけど、昔はもっとやばかったらしいから。そうだね。その頃に比べれば全然今はマシみたいだけど、それでもね、やっぱり治安の悪さとか感じるような。俺らの新宿のダークサイドツアーは以上かな。以上です、ぜひチャンネル登録してください。よろしく。じゃあまたね。